日本人の奥さんと暮らしてどうですか？これよく聞かれますね。僕も日本に10年近く住んだので、もう日本文化分かってますよと思ってました。ところが結婚した瞬間、衝撃の連続でした。韓国では愛情だった行動が日本では地雷になるんです。今日は周りの日韓夫婦、そして僕の個人的な話を含め、日本人と結婚した韓国人たちが衝撃を受ける5つを紹介します。親との距離感、財布、家の感覚、連絡頻度、本音と建前です。ぜひ最後まで聞いてみてください。まず一つ目、親との距離感です。日本って親子でもまず予定を聞くが基本ですよね。実家に行くときも今週土曜日行っても大丈夫ですかと事前連絡。逆に親側も今から行っていいと確認しますよね。これ韓国人から見るとかなり新鮮でした。なぜなら韓国は家族はかなり近い存在だったからです。もちろん家庭差はありますけど、親が急に果物持ってきたりとか、毎日いきなり電話かけたりとか、冷蔵庫の中まで把握してたりすることももしかしたら珍しくないんですね。家族との境界線が日本よりかなり近いんだなというふうに思いました。だから日本の方は最初韓国の家族のビデオ通話頻度とか、今日何食べたレベルの関心とか、いきなり家に来るとか頻繁に来るという話で驚くことがあると思います。逆にですね、僕の周りの韓国人は日本の義実家に行った時、めちゃくちゃ優しくて丁寧にこういうこともあって聞いてくださって、本当に感動したわと感じることがあるんですね。日本は韓国に比べると、近すぎないことで関係を守っているというふうに感じました。あなたもう大人ですよね。私はあなたの人生を応援していると、あなたは独立した個人の人ですと、旅館の布団みたいに静かに温かいですね。韓国は人によると思うんですが、ぐいっと近づいて情を作る、共に暮らすですね。冬の床暖房みたいにずっと暑いかもしれないですね。愛情の出力方法がまるで違ったんです。二つ目はですね、通帳ですね。日本って結婚しても生活費はこの口座に毎月10万円ずつ入れようとか、家賃は私、食費はあなたみたいにかなり明確に分ける夫婦が多いと感じてます。もちろん人によるとは思うんですけどね。いわゆる別財布的な考え方です。最初これを聞くとびっくりする韓国人がいるんですね。夫婦なのにチームじゃないの的な感じ。なぜなら韓国って家庭によるんですけども、全部まとめてうちのお金という感覚が強いんですね。売りという感覚があって、これは私たち的な考え方ですね。私たちは家族共同体ですと、同じ船に乗ってるんですとってことですね。だから日本側の考え方を聞いて、韓国側は同じ船とか同じ共同体じゃないのっていう風に感じる人もいます。家族なんだから全部共有という責任感を持ったりもするんですね。でも逆に日本側からすると、相手のお金に依存しないだったりとか、相手にプレッシャーを与えないっていう優しさでもあるんですよね。相手の自由を残してあげるが愛情になるということだと思います。同じ思いやりなのに表現方法が180度違ったんですね。3番目はですね、家という一番私的な空間です。日本って人を家に呼ぶハードルかなり高いですよね。今度うちに来てくださいって言っちゃって実際に来るってなったら、掃除、料理、飲み物、座る場所、帰る時間までちゃんと頭にシミュレーションする人が人によってはあると思うんですが多いと思ってます。これ韓国人から見るとちょっとびっくりするポイントかもしれないですね。なぜなら韓国は家を気持ちを分ける場所というような考え方をする人もいるんですね。例えば、近くにいるなら軽く寄りないようだったりとか、もう全然片付けてないんでも、ご飯でも食べてきなよみたいな、生活感ごと共有する温度ありますね。もちろん掃除とか基本的なこと片付けたりとか、ちゃんとした人来るときは、ちゃんと片付けると思うんですけれども、よりハードルが低いというか、近くにいるなら呼びなよ的な考え方ですね。でも日本はここ微妙に違ってて、家はかなり深
いプライバシーの空間ですよね。玄関を開けるということは、高級ホテルの一室を開けたような感覚ですよね。だから妻が誰かを家に呼ぶとき、数日前から部屋を整えてやること考えて空気まで準備することを見て、そこまですんのとか、僕になんか許可もらわなくてもいいけど、というふうに思いました。でも後から理解したんですね。日本では自分の家に人を呼ぶこと自体が大きな信頼の証。で、韓国はよりハードルが低く生活を見せることで逆に仲良くなったりもするという旧文化かもしれないですね。4つ目はですね、連絡の頻度です。日本って恋人でも夫婦でも相手の時間を邪魔しないことをかなり大事にしますよね。仕事中とか友達といるとき、趣味に集中しているときに必要以上に LINE を送らない人が多いと感じてます。もちろん人によると思うんですけどね。これは冷たさではなくて礼儀になるという側面ありますよね。これ韓国人から見るとびっくりするわけでして、なぜなら韓国では多くの人が今何してるとかご飯食べてるとか帰ったら連絡してみたいな短い連絡が愛情確認になることが多いからです。内容が大事というよりかは、あなたを気にしているよ。あなたと一緒に毎日を送ってよっていうサインなんですよ。だから一部の韓国人はですね、日本人の恋人から連絡が少ないと、冷めた私だけ好きなのみたいに不安になることがあります。これ男性とか女性とか、どっちかっていうの話じゃなくて、韓国人でそういう人は一部いると思うんですね。でも日本側からすると逆なんじゃないですか。信頼しているからずっと確認しなくてもいいのでは？大人だからそれぞれの時間を尊重すべきなのでは？みたいな感じですよね。韓国では近づくことで愛を示すと。日本は踏み込みすぎないことで愛を示すという。同じ愛情なのに音量が違うんだなというふうに思いました。これね、韓国の方、最初日本に来て日本の彼女とか彼氏作って、最初は静かで不安でも、慣れると逆に、そこから深い信頼できるんですね。5つ目はリアクションの裏側です。これ他の日韓夫婦からもよく聞きます。韓国で感情を共有する文化なのかもしれません。嬉しかったら大声で笑う。ムカついたらその場でストレートで話す。いや、それ違うでしょって感情を外に出して、考え方を外に出して、そこから整理していくっていうのは傾向的にはあると思います。でも日本は感情を整える文化なのかもしれないですね。特にびっくりするのが大丈夫って言葉ですね。日本の奥さんとか旦那さんって本当に優しいから、多少嫌でも空気を壊さない。その場で笑って大丈夫だよという。でも後からもしかしたら実はちょっと心にかかるところもあるけど、その場のために大丈夫だよって言ったことが後から返ってくるってなった時に、ここは韓国の方が、あの時の絵が OK だったんじゃないのみたいな混乱するって韓国人あるあるするんですね。韓国ね、感情をすぐ出す方が、考え方をすぐ共有する方が誠実なイメージがあるんですね。一言で言えば、言わないと伝わらないじゃん的な考え方ですよね。だから喧嘩しても、その場でバーっと言って、30分後には一緒にチキン食べてるとか普通にあるんですね。で、日本の場合は考え方を、おとなしくだったりとか、その場の調和を大事にする。思ったことをストレートに言うのは、どちらかというと、本当に怒った時に言うっていうことですね。これは別になんかどっちかが優しい、優しくないと話じゃなくて、夫婦で暮らしていると、静かな感情にも温度があるんだと少しずつ分かってくるという感覚がありました。結局、この5つの違いって全部どこまで相手の線を尊重するかなんだと思います。韓国は傾向的にその線を越えながら距離を縮める文化。何してる？ご飯食べた？家来る？家行っていい？みたいな、どんどん中に入っていく。でも日本はこの線を守ることで相手を大切にする文化があるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。今日の僕の話、僕は僕の、妻であるマッキーという人の話じゃなくて、この話は日本の方と交流しながら感じたってことなんですけれども、僕最初ちょっと誤解して冷たいのかなと思ったこともありました。でも違いました。きっと韓国人とのその考え方が根本的に違うんですと。日本では日本の考え方があるんですと。愛情の出し方があるんですと。僕には冷たく見えてるかもしれないが、きっ
とそこには愛があるんですと、優しさがあるんですと、その優しさの形が違うんですと、そういうことを僕は日本で9年ぐらい住んで、感じているところであります。皆さんはどの違いが一番意外でしたか？ぜひコメント欄で教えてください。以上、パクンでした。アニョン。